たいホロコーストに続け。おはようございます。お待たせしました。よろしくお願いします。はい。こちらがですね、ソニーのオフィス内にある DMPC といって、その実際にテスト撮影などができる場所です。我々も先ほど監督と一緒に体験させてもらって、どうでした監督？結構最新の技術がたくさんあって、でそもそもワークフローっていろんなものがあるんですけど、そういうのがこのね空間に一つに収まっていて行き来できるっていうのはかなり効率的だし、やりやすいし面白いことができるんじゃないかなという感じはしましたね。すごかったですよ、3D のやつとか。結局映画ってテクノロジーの進化とともに進むものだったりもするんで、なんかこういうのが新しいスタンダードになっていくっていうようなことがあり得るのかなっていうふうに思いました。ものすごい毎回スケールアップして、みんなで熱を込めて作ってたと思うんですけど、今回さらに爆発するようにスケールが広がってニューキャラクターもたくさん増えて、でシーンとしてもその千人称に成長したっていう姿、甲冑も着てるし、見てくれた人たちがどういう風に感じるのかなっていうの、とにかくワクワクしてますね。まさにビッグバンみたいに爆発したような映画っていうか、お祭りでしたよね。お祭りですね。お祭りだみたいな。この歴史の上になんかいろんなものが全部詰め込まれて、なんか新しいものが出来上がったっていう感じがあって、いや本当に楽しみですね。撮影状況は非常に今回過酷だったと思うんですよ。力4までやってきたけど、その中でも群を抜いて過酷だったかなって思うんですよね。僕はあんなに山崎さんが1テイク1テイクも椅子に座ってみたいなで大丈夫ですかって言って、いつもの山崎さんの大丈夫ですっていう感じじゃない山崎さんで初めて見たんですけど、なんかそれがまたみんなの意識をなんか一つにまとめてたような気がして、なかなかこの表情できないよなみたいな、みんなで乗り越えていったみたいな一体感っていうのは今まで以上にあったかなっていう、役者の方、特に役者の方みんなものすごい鎧着て、僕らはもうねペロペロの T シャツ着て氷頭乗っけてやれる役者さんの皆さんもう鎧着てね。分かったっすね。どうでした40度プラス鎧はやばいですプラスアクション。プラスアクションちょっと半端じゃなかったですけど、大変なその戦場でのしんどさっていう過酷さみたいなのが逆にそれも力になったとすごい思いますよね。これはもう谷の中でなんか本当にあったかどうかわからないようななんか幻想的な世界にしたいっていうのがあって、それは素晴らしく秀逸なアイデアだなと思って、そこの中でのね万国との一騎打ち、万国がね生き埋めになるっていうエピソードが子供の頃にあるわけなんですけど、まるでそれかのようなくぼ地みたいなのがあって、そこに2人が落ちて最終的にそこで戦うみたいなアイデアで、であそこのところだけ、回想シーンもレンズを変えて撮ってるんですよね。昔のレンズを使ってるんですけど、映像がテイストを変えてるんですよね。もうむしろもう全く音がしないみたいな、そういう瞬間を作りたくて、もう2人の声だけでいいみたいな、その静寂を聞きに来てほしいみたいな感じがあって、確かに静寂をこの魅力ある静寂にするのも大変というか技術が必要ってことですね。そうです。この作品においてはもう極大の音響世界からもう極限の無音までみたいな感じで心に響いてるんじゃないかなと思います。演じてる時っていうのは当然僕らは山崎さんを見てるわけじゃないですか。でも山崎さんはその風景を見てるんだと思うんですけど、でもそこには本当の風景がある場合とない場合とあるわけじゃないですか。でもそういう時っていうのは僕は精一杯の説明をしてそうですよね、説明してくれさせていただいてるわけなんですけど、やっぱ
見えてた風景っていうのはやっぱあるわけじゃないですか、はいはい、想像でもそれ、まあ、見えてるつもりで、でもやっぱ韓国感とか予想してたよりやっぱでかかったです。でかかったどのぐらいの加減みたいなのはめちゃくちゃ話してますもんね、はいはい、現場で。そういやいや相当無茶なことを言ってるじゃないですか。だね、だからね、うん、その大将軍の期間の将軍の見た風景がこっちに広がってますって言って、別に野原と棒とあとピンクのボールそうねここ目線これ見てくださいってピンクのボールを見てでそこで一生懸命演技をしてくださるんで、それがすごいなと思ってね。いや、でもあれ最終的にこう合わさっていくと、やっぱあんぐらいやっといてよかったなみたいな、だからやっぱ想像力で、ね、見てた風景はちょっと違う、お互いね違ったかもしれないけど、結構やっぱりそこに到達できてるなっていうのはやっぱいつも思うんですよね。いやでも今回馬のアクションもかなり進化させたわけじゃないですか。成功しました。もうなんかどうやって撮ったんですか、なんか怖かったっすよ。本音が聞けて近くを馬が通り過ぎるなんかギリギリで避けるみたいなのとかが実際にやってこう攻めたい自分と本当に蹴られたらやばいんだってだったりとか、なんか総合芸術だなってやっぱ改めて思いますし、演技だけに集中できる環境があって細かいところまで全部を最上級のレベルでこう仕上げていただいてるっていうのを改めてやっぱすごいことだなっていう感謝ですよね、本当に。こうなんとなくこう若い世代へのこうなんか継承みたいなっていう部分がテーマとしてあるじゃないですか。新しいストーリーが来るし、新しいまあ中はね戦いが生まれるっていうこともあるんですけど、新しい世代も入ってくるし、で全く違う新しいキャラクターが広がっていって、あ、キングダムの世界ってこんな人もいたんだみたいな、ずっと流れで見てる人たちにとってはもうワクワクする楽しいところなんじゃないかなという気がしました。その前作で王毅将軍から矛を受け継ぐっていう、その天下の大将軍から受け継ぐっていうものがあったじゃないですか。とは違うまた今回、まあ味方からも敵からも何か受け継ぐみたいなのもあって、なんか、特になんか万極とのところって雰囲気がなんかヒューマンドラマのすごい切ない部分のなんかが急にふわっとこう舞い込んでくる空気みたいな、シチュエーションもあると思うんですけど、谷底に落ちるっていうのも含めて、なんかそこから急にガラッとこう雰囲気が変わるのもなんかすごい新鮮で、二人きりでなんか話されたこととかっていうのはあるんですか？今までも15、6年やってきたのをいろんな経験を経て今シーンやってますみたいな、で万極やってますっていう話をいっぱいした上での、なんか普通のアクションじゃないああいうこうコミュニケーションを取るようなぶつかり合いを山田君と取れたっていうのは、でかかったのかなっていうふうに思いますね。いや本当に私アクションで泣いたのって初めてですよ。わかります。なんかお二人のクライマックスの演技とアクションを見た時に、これはすごい深い作品だなって思って、なんか人間とはなんだ、人間が背負っている業みたいなところにまでなんか深く突き刺さるような2人の凄まじい気迫と演技とアクションがなんか人間のその深いものを出してくれて、そこには闇もあれば希望もあればっていうシーンはやっぱただ勝つだけじゃダメなんですよね。万極の全てを受け入れて勝たなきゃいけないから、いや本当感動しました。キングダムのシリーズの中でも結構特別な作品になったかなと、エンターテインメントとしてこうねシーンたちを応援しながら見ていたんですけれども、ふと立ち止まるところがあるみたいな、そのなんか新しいキングダムの表情みたいなものがこの作品をより現代のエンターテインメントの次なるページみたいな感じに持ち上げてるんじゃないかなっていう感じがしてるんですよ。なのでそういうところをもちろん何も考えず見に来ていただければなと思うんですけど、ちょっと感じてもらえればさらに
楽しいんじゃない奥深いんじゃないかなというふうに思ってますけどね。